こんにちは。桜の間日本語ルームのゆきえです。今回はビジネスのメールの書き方をお話しします。チャンネル登録、高評価お願いします。オンラインレッスンもしています。それでは始めましょう。日本で仕事をしていたり、日本の会社に日本語でメールを書いたりするときには、ビジネスメールが必要となりますので、ぜひ覚えてください。メールには大きく分けて、件名、本文、署名とあります。本文の中には、宛名や最初の挨拶、内容、最後の挨拶があります。では、一つ一つ説明します。メールを書く上で何が一番大切だと思いますか？本文の内容ですか？もちろん内容も大切なのですが、件名が一番大切です。会社にはたくさんメールが送られてきます。そのメールの中には必要なもの、必要じゃないものがあります。そのため、メールが送られてきたときに、まずは件名を見ます。件名を見て、そのメールが必要か、必要じゃないかを判断します。件名を見て必要じゃないと判断されてしまったら、内容を見てもらえずに削除されてしまう可能性があります。なので、件名はとても大切です。件名というのはタイトルのことです。メールのタイトルです。件名の書き方は具体的に簡単にです。例えば、来月の会議の内容の確認、8月5日の研修の件、イベントの日程変更の相談、このように書きます。会議について、イベントについて、これだけでは簡単すぎて、どんな内容なのか、重要なメールなのかがわかりません。ですから、簡単だけど、どんな内容かわかるように件名を書かなければいけません。では、次に本文です。本文には、社内、社外に送る場合があります。社内は自分の会社の人、例えば他の部署の人などです。社外は取引先など自分の会社以外の会社です。社外の場合も社内の場合もどちらも本文の一番上には宛名を書きます。宛名は送る相手の名前です。社外の場合は相手の会社名、部署名、名前を書きます。略した書き方はいけません。株式会社が時々、株と書いてあることがあります。でも、メールを送るときには、株式会社としっかり書かなければいけません。〇〇株式会社、営業部、田中義人様。このように書きます。名前の後には必ず様を書きましょう。社内の場合は部署名と名前を書きます。部署名がなければ名前だけでも構いません。そして、社内の場合は名字だけでも大丈夫です。その次に、挨拶と自分の名前を書きます。挨拶は相手との関係や状況などで変わってきます。基本はいつもお世話になっております。
状況に合わせる場合は、お忙しいところ失礼いたします。などと書くといいですね。初めてその会社に連絡するときは、初めてご連絡いたします。などと書きます。相手との関係性、状況によってこの挨拶は変わります。名前は宛名と同じで、自分の会社名、部署名、名前を書きます。例えば、いつもお世話になっております。〇〇商事、経理部、佐藤真美でございます。このように書きます。社内の場合は、お疲れ様ですが基本です。お疲れ様です。経理部、佐藤です。と書きます。その後は、具体的な内容を書きます。ただ、相手は仕事をしていますから、忙しいです。具体的とは言っても、長々と書くのはよくありません。具体的に、でも簡単に必要な情報だけ書きます。書き始めにどんな内容かわかるような文を書きます。例えば、来月の会議内容についてご連絡いたします。来年のイベントの日程調整、イベントの内容の確認を行いたいと思います。このように書きます。最初にこう書くと、どんな内容かがわかりやすいです。その後にまた付け足しの文章を書きますが、長々と書くのではなく、具体的だけど簡単に書きましょう。そして最後の挨拶です。最後の挨拶もその状況によって変わります。何卒よろしくお願い申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。何かご質問があれば、いつでもご連絡ください。寒い日が続きますが、ご自愛ください。などです。最後の挨拶もビジネスメールのマナーですので、必ず書きます。そして一番最後には署名をつけます。会社名、部署名、名前、電話番号、ファックス番号、住所、メールアドレス、あれば会社のウェブサイトなどです。自分は何者なのかをここでしっかりとアピールをします。今お話ししたことがビジネスのメールの基本的な書き方です。これを覚えて失礼のないメールが書けるようになるといいですね。最後の署名は会社によって書き方があるかもしれません。その場合は会社の書き方に沿って書いてください。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。